今回は日本の街中のゴミ箱事情についてお話しします。合わせて日本と外国でのゴミ捨てのルールの違いについても説明していきます。この動画を見ることで日本でゴミを捨てるときに気をつけなければならないマナーや基本ルールがわかります。初めての体験で戸惑わないようにするためのポイントを学べます。出かけた先でのゴミの捨て方に加え、動画の最後にはあなたの住む町のゴミの細かい分け方についてもお話ししているので、ぜひ最後までご視聴ください。外国人が日本で実際に体験したこと、失敗したことに興味のある方は、今のうちにチャンネル登録をお願いします。この体験談は、きっとあなたのお役に立てると思います。生活する中で、ゴミは必ず出ます。私は日本に来て、その街の美しさに驚きました。日本人は出かけた際に出たゴミを、どのように捨てているのでしょうか。また、ゴミの分別も厳しく決められているのでしょうか。この動画を最後までご視聴いただくことで、私がゴミの扱いに驚いたことや、困ったことなどがすべてわかります。外国人目線で、街中のゴミ箱と捨て方のルール。生活ゴミの捨て方のルールとマナーを事前に知っておきたい。という方は、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめにお話しするのは、日本と海外の街中にあるゴミ箱の数の違いについてです。私が初めて日本を訪れたとき、街中のゴミ箱の少なさに驚きました。私の母国では、地下鉄の入り口や乗り場など、たくさんのゴミ箱が設置されています。カフェで買ったコーヒーのテイクアウトカップなどを地下鉄に乗る前に捨てられます。他にも何かゴミが出たときは、すぐに捨てる場所が見つかります。日本には外出先になかなかゴミ箱がないので、私はいつもゴミ箱を探します。それほどゴミ箱が少ないのにもかかわらず、日本の街はとてもきれいです。日本人は外出先でどのようにゴミを処分しているのでしょうか。私が日本で暮らしながらゴミを捨てる場所について気づいたことをお話しします。私は仕事前や出かけるときにお店でコーヒーをテイクアウトして飲みながら歩くのが好きです。母国にいるときも毎日のようにコーヒーをテイクアウトして道を歩きながら飲んでいました。日本に来て感じたことは、歩きながら物を食べたり飲んだりしている人が少ない。ということです。そもそもゴミが出るような行動をしていないのです。コンビニには必ずと言っていいほどゴミ箱が設置されていますが、それらは店内に設置されています。すぐに使ったり食べたりするものや、ドリンクのストローの袋、アイスの包み紙など、コンビニで買ったものから出るゴミを捨てるために設置されているのです。ゴミが出るものを買った場所ですぐに捨てるので、道にゴミ箱が少ないのです。また、コーヒーなどもお店の中に入って飲む習慣が日本人には多いようです。私の母国では店内で飲食のできないコーヒースタンドや
屋台式のお店が多いため、食べ歩きが日常です。気づかないうちに、ゴミの出やすい生活を送っていたのだと思いました。母国でも、こぼれやすい飲み物を持って地下鉄などに乗るのは、マナー違反ですが、もちろん、日本も同じです。しかし、ゴミ箱がどこにでもあるわけではありません。日本の地下鉄などのトイレには、手を洗う場所にゴミ箱が置かれていることが多いので、トイレに一度立ち寄り、ゴミを捨てるようにしています。日本では、アウトドア施設でも、ゴミは持ち帰りというルールが決められていることがあります。私が友人とピクニックをした時のことです。それは公園でのピクニックで、小さなゴミ箱があったのですが、友人は捨てる場所がないと困るからと、念のためゴミ袋を持ってきたそうです。子供の頃、学校のみんなで行くピクニックの時も、お弁当やお菓子と同じように、ゴミ捨て用のビニール袋が各自で持ってくるものの一つとして決まっていたそうです。自分が出したゴミは自分で持って帰るという習慣が日本にはあるのかもしれませんね。日本で生活する中で、そのような日本人の美学に触れるたび、新しい文化を学べて楽しいです。続いては、公園にあるゴミ箱について、具体的にお話ししていきます。日本には、近所に住む子供たちが遊ぶための小さな公園から、大人が運動したり、家族で楽しめる大きな公園まで、たくさんの公園があります。ゴミ箱の数や大きさは、公園の大きさに合わせて変わります。まずは、大きな公園のゴミ箱についてお話しします。私は休日に大きな公園にジョギングをしに行くことがあります。そこには芝生のエリアだけでなく、ジョギング用のコースもあり、利用しやすいからです。その公園には、一定の区間ごとにゴミ箱が置かれています。ゴミ箱のサイズも大きく、紙くずなどの燃えるゴミと、ペットボトルや缶などの資源ゴミで分かれています。また、ゴミを回収するスタッフさんがおり、間違えた分別などを丁寧に分け直している様子を見たことがあります。その公園では犬の散歩をしている人も多いのですが、犬の糞などは捨てないようにと書かれています。匂いや衛生面を考えてのマナーで、犬の糞などは持ち帰って捨てなければいけません。大きな公園は利用する人も多いので、このように管理がしっかりとされている印象です。ただ、地下鉄などのようにトイレにはゴミ箱がありません。トイレにゴミ箱がないからといって、そこに放置せず、必ずゴミ箱まで持っていきましょう。小さい公園は地域ごとにあります。私の家の近くの小さな公園では、休日だけでなく、平日の午後も学校を終えた子供たちが遊んでいます。小さな公園には一つか二つゴミ箱があります。大きなサイズですが、分別はされていないことが多いように感じます。エリアによっても少し違いがあるかもしれません。ゴミ箱がない場合もあります。
小さな公園の場合は、ゴミの回収頻度は大きな公園より少ないようです。公園のゴミ箱については、私の母国でも同じようなルールです。私の母国では、公園が小さな山のようなところにあることが多く、登山のように運動も兼ねて、毎日登って公園にやってくる年配の方が多いです。その方たちは、本当に登山をするような装備で公園を登ってくるので、飲み物は水筒に入れていたり、ゴミを出さないようにして公園で休憩しています。一方、川沿いの公園には広くて長い遊歩道があったり、食べ物や飲み物のキッチンカーが並んでいて、若い人が多く集まります。その場所には一定の間隔でゴミ箱が設置されています。また、商品を買ったお店の方にお願いすれば、ゴミを捨ててくれます。公園は憩いの場ですので、いつだってきれいな状態で楽しみたいですね。それは、どの国でも同じ感覚だと思います。次は、日本にたくさんある自動販売機のゴミ箱についてお話しします。日本にはゴミ箱が少ないというお話を最初にしましたが、飲み物を販売している自動販売機の横にはゴミ箱が置かれていることがよくあります。しかしこれは自動販売機専用のゴミ箱です。紙のゴミなどを捨ててはいけません。自動販売機では主にペットボトルや缶のドリンクが売られています。その横にあるゴミ箱もペットボトル専用と缶専用と分かれています。ゴミ箱の口も筒状になっていて、飲み物のゴミ専用なことがわかります。ここにはコーヒーカップやプラスチックカップなど燃えるゴミは捨てられません。たまに紙コップのドリンクを買うことができる自動販売機もあるのですが、この場合は紙コップ専用のゴミ箱が近くにあります。私の母国では銀行などに行くと紙コップのコーヒー、自動販売機や無料のボトル型浄水器が置いてあることが多いです。それらは紙コップで飲むので、その近くにはそれを捨てるゴミ箱が必ず置かれています。銀行では他のゴミは出ないので、日本と同じように、そこには紙コップのゴミしか捨てられていません。ただ、日本ほど厳しくはなく、お菓子の紙くずなどを捨ててもマナー違反ではありません。日本の場合は、自動販売機は特に、その自動販売機で売られている飲み物に対してのゴミ箱なのです。前の章でも紹介しましたが、ゴミが出るものを買った場所で捨てるということが、自動販売機でも基本のルールになっています。また、自動販売機のゴミ箱のゴミを回収しているのを見たことがあるのですが、自動販売機のドリンクを補充している方がゴミも回収していました。自動販売機はそれぞれドリンクメーカーが決まっており、そのメーカーのスタッフさんがドリンクの補充もゴミの回収も行っています。いろんな種類のゴミの処理をできるゴミ回収の会社ではなく、
ドリンクメーカーが自分たちで回収しているので、ドリンク専用のゴミ箱なのだと、回収の様子を見ながら思いました。私の母国では、まず日本ほど自動販売機はありません。また、自動販売機の近くに必ずゴミ箱があるわけでもありません。前の章でお話ししたように、飲み物はコーヒースタンドで買ったり、コンビニで買うことが多いからです。ゴミ箱の数は、そのように習慣の違いもあるのかもしれません。また、母国では、どこのゴミ箱でも、分別をそれほど気にせず捨てていましたが、日本では、自動販売機のように、その場所で出るゴミ専用のゴミ箱しかありません。ゴミを回収する人にも配慮したシステムだと思います。母国に比べると少し不便にも感じますが、そのように決められた場所で、決められた捨て方をすることで、日本の街中や道はきれいな状態が保たれています。次に、コンビニのゴミ箱についてお話ししていきます。日本ではどこに行ってもコンビニがあります。そのほとんどが24時間営業です。まさにコンビニエンス、便利なお店です。しかし、24時間オープンだからこそ、清潔な状態を保つために、コンビニを使う私たちにも、気をつけなければいけないことがあります。コンビニを使うときに、一番気をつけやすく、一番気をつけなければいけないのが、コンビニでのゴミの捨て方です。便利なコンビニを便利に使うために、ぜひこの章をご視聴ください。コンビニのゴミ箱では、ドリンクのボトルに加え、燃えるゴミやプラスチックゴミを捨てられるようになっています。しっかり分別して捨てましょう。これは私の失敗談です。コンビニに捨てるのはあまり良くない例をお話しします。以前、私が街歩きをしていたとき、履いていたサンダルが途中で壊れてしまいました。その際、適当に安いサンダルを買い、荷物になるので、コンビニのゴミ箱に壊れたサンダルを捨てようとしました。家庭ゴミではありませんが、大きなサイズのゴミだったので、店員さんが私を見て、家庭ゴミは捨てないでください。と言いました。事情を説明したら、理解して捨てさせてくれましたが、コンビニのゴミ箱もサイズが限られていますし、お店がゴミを捨てるのにも、ゴミ袋代や回収にかかるお金があります。何でも捨てていいわけではなく、基本的にはコンビニで買ったもののゴミを捨てる場所と考えましょう。最近はコンビニのゴミ箱は店内に設置されていることが多いですが、以前はお店の外にゴミ箱が設置されていました。私の母国でもそれは同じで、その方がゴミを捨てる身としては、店の中に入らなくてよかったので、ゴミを捨てやすかったです。ただ、私の失敗談のように、何でも捨てていってしまう人がいたり、お店の外にあるゴミ箱は、ゴミがあふれてしまっていることも見たことがあります。それらが理由かはわかりませんが、最近ではコンビニの中にゴミ箱が設置されているのを見ます。もし私のように
あなたに事情があって、コンビニのゴミ箱を使いたいときは、店員さんに確認してみると良いかと思います。いろんなお店がある中でも、日本のコンビニはゴミ箱があったり、トイレが使えたりと、とても便利なので、つい私も甘えてしまいます。ただ、使い方のマナーが悪く、トイレの使用が禁止になったコンビニも見たことがあります。ゴミ箱も使用禁止にならないよう、ルールやマナーを守って使いたいですね。続いては、商業施設などにあるフードコートのゴミ箱についてお話しします。商業施設にはいろんなお店が入っており、家族で訪れる方も多いと思います。さらに、フードコートには家族みんなで楽しめるよう、数種類の飲食店が並んでいます。フードコートでは、食器などは各店舗に返却しますが、ゴミは一括で捨てられるように管理されています。私がフードコートで食事をした時の体験をお話しします。日本に遊びに来た母と一緒にフードコートを利用し、それぞれ好きなお店で好きなものを買ってきました。食事を終えた後、私は自分が利用したお店がテーブルから少し離れていたので、近くにあった母が利用したお店の食器返却口に一緒に行きました。しかし、店員さんから食器は購入したお店に返却してください。と言われてしまいました。また、母も私も紙ナプキンなどのゴミもトレーに乗せたままでした。それらは自分でフードコートのゴミ箱に捨てなければいけませんでした。ゴミはお店で回収してくれることも多いですが、簡単な分別をしてフードコートの共用ゴミ箱に捨てるとお店の負担が減ります。私の母国ではレストランが集合したフードエリアはありますが、日本のようにオープン型のフードコートはあまりありません。オープン型のフードコートに慣れない間は、このように返却口の失敗をしたり、ゴミの捨て方などもよくわかりませんでした。フードコートで食事をした後、片付け方がわからず、次の予定があるのに、時間がかかってしまうこともありました。その時は、すごく焦りました。しかし、慣れてくると、フードコートに入るときに、そのフードコートのシステムを先に確認するようになりました。ゴミ箱がどこにあって、食事後の片付けはどのようにするか。事前に確認しておくと、食事後に慌てなくて済みます。また、広いフードコートでは、食器返却の時にどこのお店で買ったのかわからなくなる時もあります。そうならないように、しっかりとお店の場所も覚えておくことをお勧めします。続いては、遊園地のゴミ箱についてお話しします。大きなテーマパークなどは、その世界観を守るために、園内もきれいですし、ゴミ箱もテーマに合わせて可愛い形をしていたりしますね。前の章で公園のゴミ箱についてお話ししましたが、遊園地のゴミ箱は公園のゴミ箱よりもちろん数が多いです。管理も頻繁に行われています。
日本のテーマパークですごいと思うのは、細かいところへのこだわりです。ゴミ箱の周りやトイレなど汚れやすいところもパークの世界観に合うよう、きれいに管理されています。私の母国では、日本ほど細かいところにはこだわっていません。少し汚れた場所があっても、そこはすぐに汚れるから仕方ないという感覚です。私も日本に来るまでは汚れていても仕方ないなと考えていました。しかし、日本人のおもてなし精神にはやはり感動します。日本では当たり前のようにどの場所も何度でもきれいに掃除をしています。汚れやすい場所であれば掃除の回数を増やすという感覚のようです。私がテーマパークに行った時もかわいい衣装を着たスタッフさんが常に道を掃除していましたし、アトラクションの待機列に並んでいると近くに見えたゴミ箱のゴミをスタッフさんが何度も回収に来ました。そのおかげで汚れた状態を見て嫌な気持ちになることもなく、楽しくアトラクションで遊べました。また、ゴミ箱がたくさんあり、捨てる場所の心配をしなくていいので、パークオリジナルのフードやドリンクもアトラクションの待ち時間など、空いた時間に気軽に楽しむことができ、とても満喫できました。以前は汚れやすい場所は汚れていても仕方がないと思っていた私でしたが、このようにすべてがきれいな場所にいると、私自身もきれいに使わないと思うようになりました。きれいな場所をきれいに使う人が増えることで。テーマパークもそうですが、街もきれいになっていくのだと思います。続いては、バスや地下鉄など公共の交通機関を使う前に、気をつけるべきゴミ捨てのマナーを私の失敗談を交えてお話ししていきます。ここまで様々な施設のゴミ箱についてお話ししてきました。この章では、交通機関を使って移動するときに困らないよう、事前に捨てておいた方が良いゴミや、どこで捨てられるかをお話しします。移動中も快適に過ごしたい方は、ぜひこの章を視聴してみてくださいね。まず、街中のゴミ箱の分別から簡単にお話しします。私の母国では、街中のゴミ箱は特に分別する必要がないことが多いです。分別が必要な場合は、資源ゴミとそれ以外の一般ゴミとなっています。また、前の章でもお話ししたように、日本よりも街中にゴミ箱がたくさん設置されています。テイクアウト文化の強い私の母国ですが、地域によっては、数年前からテイクアウトのカップのバスへの持ち込みが禁止されました。それに合わせて、さらにゴミ箱が増えたように思います。地下鉄へのテイクアウトカップの持ち込みは禁止ではありませんが、最近はマナー違反となっています。ですので、地下鉄のゴミ箱も飲みかけでも捨てられるようなゴミ箱が設置され始めました。そんな私からすると、日本の街中のゴミ箱の少なさは本当に不思議です。日本ではバスでも地下鉄でも電車内でも
飲食をするのはマナー違反です。新幹線など長距離の時は駅弁という駅でしか買えない弁当を楽しむ文化もありますが、基本的には匂いや食べこぼしの汚れを防ぐため、公共の乗り物の中での飲食は禁止です。私がバスに乗っている時も、テイクアウトのカップではなく、蓋のついたペットボトルや、水筒のドリンクを飲んでいる方を多く見かけます。お菓子なども、飴やガム、チャックのついたものなど、大きなゴミにならないものを食べる様子しか見ません。私がそのマナーを知る前、テイクアウトのカップを持ってバスに乗りました。座席に座れればよかったのですが、満席で立って乗らなければいけませんでした。つり革を持つ手で片手が塞がり、もう片方の手でカップを持っていましたが、バスが揺れるたびにこぼれそうでとても危険でした。そして他の乗客の方からもじろじろと見られてとても居心地が悪かったです。私も嫌な思いをしましたし、他の方も嫌な思いをしたと思います。それ以降、私はバスなどに乗る予定があるときは、こぼれないように蓋ができる飲み物を選ぶようになりました。ペットボトルのゴミ箱であれば、自動販売機の近くにあるので、もし飲み干しても、そこに捨てることができます。私の失敗談からおすすめできることは、交通機関を使って移動するときには、キャップのできるドリンクや密封できる食べ物のみを持ち歩くということです。お店の中で飲食をしたり、公園のベンチに腰掛けて休憩をしてから、その場でゴミを処分して交通機関で移動をするのが一番困らない方法でしょう。私もそのようにして、私は街中にゴミ箱の少ない日本に慣れていきました。続いては、公共のゴミ箱の利用マナーについてお話ししていきます。ここまでの章で、日本の街中にはゴミ箱が少ないとお伝えしてきました。しかし、日本では本当に必要な場所には必ずゴミ箱が置かれています。そのゴミ箱を上手に使うことで、街中でゴミを捨てられず困ることはありません。いろいろなところに置かれているゴミ箱についてと、それらの利用マナーについてお話しします。ゴミを気にせず、日本の街歩きを思う存分楽しみたいという方は、ぜひこの章をご覧ください。きっと役立つと思います。まず、何度も話が出てきますが、自動販売機のゴミ箱についてです。こちらは、ペットボトル専用、または缶や瓶専用となっていることが多くあります。ペットボトル専用には、キャップを分けて入れるようになっているゴミ箱もあるので、その場合は、キャップを外して分別して捨てましょう。ここには、紙くずなど、その他のゴミを捨ててはいけません。リサイクルするときに、分別が必要になるからです。次に、トイレにあるゴミ箱についてです。日本には公衆トイレがたくさんあります。もちろん、コンビニにもありますし、公園など野外にもきれいに管理された公衆トイレが多いです。
地下鉄や電車の駅、デパートなどにもきれいなトイレがあります。そこにもゴミ箱がありますが、トイレの個室にあるゴミ箱はサニタリー専用なので、注意しましょう。小さな紙くずなどは大丈夫ですが、大きなゴミを無理やり捨てると、本当にそのゴミ箱が必要な人が使えませんし、ゴミ箱があふれることになります。手洗い場の近くに大きなゴミ箱があるので、そこに捨てるようにしましょう。ただ、このゴミ箱も何でも捨てていいわけではない時があります。手洗い場に設置されたハンドペーパーなどとセットで置かれたゴミ箱は、ハンドペーパー専用のゴミ箱であることがあります。これも私の失敗談ですが、ハンドペーパーの下がそのままゴミ箱になっていたので、そこにペットボトルを捨てようとしました。すると、ちょうどそこにいた清掃スタッフさんから、そこに捨てないでください、と怒られました。今考えればわかります。ハンドペーパーを捨てるための小さなゴミ箱ですし、ペットボトルは資源ゴミとして別のゴミ箱に捨てなければいけません。細かいことではありますが、その場所のルールに合わせてゴミ箱を利用しましょう。また、私が車での移動で高速道路のサービスエリアを使った際、そこには移動中に出たゴミを何でも捨てられることがありがたかったです。もちろん、分別は必要ですが、ゴミ箱も大きく、車に溜まった飲食物のゴミなどをすべて捨て、車の中が快適になりました。ガソリンスタンドなどでもゴミを捨てられる場所があるので、車移動の際は、サービスエリアやガソリンスタンドのゴミ箱をぜひ活用してみてください。また、私は何度か日本のお祭りに行ったことがあります。お祭りの時には、お祭り用に準備されたゴミ箱が区間ごとに置かれています。お祭りは人も多いですし、できるだけ身軽な状態で楽しみたいですよね。お財布だけ持っていれば大丈夫です。お祭り会場でもゴミの分別は決められているので、それを守って過ごしましょう。ゴミ箱が少ないように感じる日本でも、必要な場所にはしっかり設置されています。あまり不安にならずに、ぜひいろんな体験を楽しんでください。続いては、観光地のゴミ箱についてお話ししていきます。あなたは、日本を訪れたら、どこに行きたいですか？日本には、各地に有名な観光地があります。都会も魅力的ですが、昔からの建物が残る歴史ある街も楽しいですね。また、日本中にある温泉も日本観光の魅力だと思います。日本は都会に行っても地方に行っても観光を楽しむことができます。そこで気をつけたいのがゴミの捨て方です。有名観光地には外国人はもちろんですが、日本人もたくさん訪れます。外国人の観光客が増えて、ゴミ捨てのマナーが悪くなったという話を耳にしたこともあります。私はそれを聞いてすごく悲しい気持ちになりました。日本人の友人は、国籍は関係なく個人のマナーだと言ってくれますが、
私たち外国人がルールやマナーを知らずに失敗していることもあると思います。そのようなことが少しでも減るように、この章をぜひご覧ください。ここまでのお話で、日本の街中にゴミ箱が少ないことをお伝えしてきました。それでも、ここまでは都会でのお話です。都会にはコンビニも多いですし、駅やトイレのあるお店も多いです。しかし、地方の観光地に行くと、さらにゴミ箱は少なくなります。これは、私が九州の温泉観光地に行った時の体験談です。そこは、山の奥にある小さな町でした。その小さい町の旅館に泊まり、温泉と街歩きを楽しむ予定でした。旅行自体はとても楽しかったのですが、散策しながら食べ歩きをした際、食べた後のゴミを捨てる場所がなく、とても困りました。小さな雑貨屋さんやテイクアウト専門の飲食店が並んでいる街でした。その小さなお店たちには来客用のトイレはありません。また、コンビニや公衆トイレもなかなか見つかりません。食べたいものや飲みたいものは次々あります。見たい雑貨屋さんもたくさんあります。ただ、雑貨屋さんでは商品を汚さないように飲食物の持ち込みが禁止されています。私はとにかくゴミを捨てたかったのですが、歩いても歩いても見つかりません。結局、飲食物を買ったお店に引き返し、そこでゴミを捨ててもらいました。その時になぜゴミ箱がないかを聞いてみると、小さな町なので、共用のゴミ箱を置いても、それを管理する人がおらず、汚れてしまうからだそうです。私はその時に、前の章でお話ししたピクニックにゴミ袋を持ってきた。日本人の友人のことを思い出しました。同じように、私も小さくても、ゴミを入れておける袋を持っていたら、そこに入れて、カバンの中に一旦ゴミをしまっておけたのに、と思いました。それから、地方を旅行するときは、小さいビニール袋をカバンに入れておくようにしました。ビニール袋は何かと役に立ちます。この方法はとてもおすすめです。さあ、いよいよ最後のパートです。ここでは、家庭ゴミと地域ごとのゴミ分別についてお話しします。コンビニでのゴミ捨ての章でもお話ししましたが、家庭ゴミはコンビニやお店などで捨ててはいけません。家庭で出たゴミは自分で分別をして決められた回収日に出すのがマナーでありルールです。地域によって違うので少し複雑に感じるかもしれませんが、私が暮らしたいくつかのエリアの例を参考にゴミの捨て方についてお話しします。分別方法も様々ですが、シンプルな地域だと、燃えるゴミと資源ゴミ、燃えないゴミの3種類です。資源ゴミには、ペットボトル、缶、瓶、大きな紙や段ボールが含まれます。燃えないゴミは、主に金属類です。その他、家電やマットレスなどは有料です。家電類はリサイクル家電として電気屋さんなどで
有料で回収してもらう方法があります。リサイクルできない大型ゴミは、専門業者さんに回収を依頼したり、専用のシールを購入して、そのシールを貼って回収日に捨てるという方法があります。家電や大型ゴミは有料で処理をするという点では全国共通です。分別がもっと細かい地域もありました。燃えるゴミ、資源ゴミ、燃えないゴミは同じですが、ペットボトルのキャップは別に回収をしていたり、乾電池は市役所に持って行って捨てる必要がありました。また、汚れたプラスチックゴミはきれいに洗えば資源ゴミに捨て、油汚れなど洗うのが難しい場合は燃えるゴミに捨てるというルールがある地域もありました。そして、ゴミを捨てる際のゴミ袋にもルールがあります。地域によっては、ゴミの分別ごとに指定のゴミ袋を買う必要があります。そうでない場合も、中身の見える透明や半透明のビニール袋である必要があります。私の母国では、指定のゴミ袋はなく、黒い袋に入れて捨てても、回収してくれました。日本では、ルールを守っていないと、回収をしてくれないので、ゴミ袋を準備するところからのスタートでした。慣れないうちは面倒くさくも感じますが、これらのルールを守ることで、きれいな日本のまちづくりの一員になった気分になります。日本での生活や日本旅行の際には、ぜひゴミの分別を心がけてみてくださいね。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。